お前を解雇する。部長のその言葉がエントランスホールに響いた。子供たちの前で俺は無実の罪を着せられた。大学時代から10年以上全てをかけて開発してきた次世代バッテリー。誰もが夢物語だと笑い、無駄な研究だと否定し続けた技術を自分の給料を削って研究し続けてきた。それなのに、こんな形で夢が打ち砕かれるなんて。絶望に打ちひしがれた俺の前に一人の少年が駆け寄ってきた。もし辞めるんなら、ママの会社で働いてくれませんか？そのまっすぐな瞳に、俺は不思議な温かさを感じていた。ただ、その時は知る由もなかった。この出会いが、俺の人生を、そして世界のエネルギーの未来を大きく変えることになるとは。俺、桂高義が働く感動電機株式会社は、設立から半世紀以上が経つ、家電から産業機器まで、幅広い分野で実績を積み上げてきた老舗企業だ。本社ビルは駅から徒歩15分ほどの場所にあり、やや古めかしい外観をしているものの、7階建ての堂々とした佇まいが、長年の歴史を物語っているように見える。俺が所属しているのは、開発第3部の電源開発課。主にスマートフォンやタブレット向けのバッテリー開発を担当している部署で、社員数は20名ほど。新入社員から50代のベテランまで年齢層は様々だ。働き始めて半年が経った頃、俺は意を決して休憩室でコーヒーを入れていた部長に話を持ちかけた。部長、バッテリーの新しい開発案についてお時間をいただけませんでしょうか。そうして部長に見せた企画書は次世代バッテリーの開発案だった。俺が大学生の頃から打ち込んできたものだ。俺のこの研究は大学時代誰にも理解されなかった。現実的に考えなさい。そんな夢物語みたいな研究、君の貴重な学生時代を無駄にするだけだよ。研究室の担当教授からもそう言われた。だけど俺は諦めなかった。バイトで貯めた給料と奨学金をすべて材料費に回し、夜になると誰もいなくなった実験棟で自分の研究に没頭した。休日返上で海外の論文を読み漁った。英語の専門用語の意味を理解するのに四苦八苦しながらも、一つ一つ丁寧にノートに書き写していった。誰もが無理だという、教授にも同級生にも、この研究の価値を理解してもらえない。それでも俺には確信があった。きっと、この技術は世界を変えられる。10冊をも超える研究ノートを目の前に、俺は固く誓ったものだ。この研究を絶対に諦めない。たとえ一人でも、と。しかし部長は、そんな俺の苦心をまとめた企画書をパラパラとめくっただけで、すぐに机の上に投げ捨てるように置いた。はっ、こんなおとぎ話を真面目に書いてくるとはな。会社は慈善事業じゃない。夢見がちな若造の妄想に付き合う暇なんてないんだよ。わかるか？部長は鼻で笑うと、わざとらしく大きなため息をつき、背を向けて歩き去ってしまった。休憩室には一生懸命作った俺の企画書が虚しく残されていた。それからの俺の扱いは一層厳しいものになっていった。非現実的なテーマにこだわるやつだとレッテルを貼られ、課の打ち合わせにも呼ばれなくなることが増えた。発言しても大抵は鼻で笑われるか、真面目に取り合ってもらえない。桂は夢を見てるだけだ。会社は利益を上げるためにあるんだぞ。そんな小言を投げかけてくる先輩たちの間には、完全に変わり者として認識されていた。もともとオフィスの端にあった自席はいつの間にか使われていないロッカーの近くに移されていて、ますます窓際感が増していく。それからしばらくして、さらに追い打ちをかけるような事例が降りた。桂、お前、来月の社会科見学の対応をやれ。部長がそう言い放ったのは、開発部門のミーティングが終わった直後だった。広報課が担当するはずの仕事を、なぜか俺に押し付けてきたのだ。君はどうせ暇だろう。机にかじりついて空想を書くより、子供に会社案内をする方がよほど役に立つ。夢ばかり追いかけて、使い物にならないなら、せめてその元気を見学のガキどもに向けたらどうだ。周囲からは失笑とため息が漏れた。俺が何か反論しようとしても、部長の態度は堅くなで、周りの社員もまた桂が叱られてる、といった生温かい視線でこっちを見ているだけだった。こうして、俺は正式に社会科見学担当に追いやられた。
そこからは淡々と見学当日に向けた準備をするしかない。いくら内心で悔しい思いを抱えていても、子供たちは関係ない。もしこの社会科見学が、俺にとって会社での最後の仕事になるのだとしても、やるなら全力でやりたいと思った。そんな日々が3年続いたある日、夜も更けた自宅の作業スペース、換気扇の音だけが響く静寂の中、俺は震える手で最後の配線をつなぎ合わせていた。これで理論上は、深呼吸をしてスイッチに手をかける。緊張で喉が渇く。カチッという小さな音とともに、測定器の針がわずかに動き始めた。俺は目を凝らして、その数値を見つめる。まさか！信じられない数字がそこにはあった。通常のリチウムイオンバッテリーの10倍以上の出力だ。しかも予想以上に安定している。本当にできた。声が震えた。これまでのすべての努力、すべての時間がこの瞬間のために存在したかのように思えた。夢じゃないかと一瞬疑ったが、バッテリーから伝わるかすかな熱、測定器の針が示す数値、すべてが現実だと告げている。とうとうやった。思わず声が大きくなる。深夜のアパートだということも忘れて、俺は両手を突き上げていた。目から熱いものが溢れ出す。机に突っ伏して声を隠すようにして泣いた。誰も信じてくれなかった。誰もが無理だと言った。でも俺はやり遂げたんだ。窓の外では東の空がわずかに明るみを帯び始めていた。新しい朝が確かな希望と共に訪れようとしていた。翌日、会社に着くなり、俺は部長の元へ向かった。部長、お時間よろしいでしょうか？桂か？なんだ。部長は面倒くさそうな表情を浮かべながらも、椅子の背もたれに寄りかかった。深く息を吸い込んで、俺は企画書を差し出した。これまでの研究データと理論的根拠、そして市場分析まで網羅した渾身の一冊だ。これは私が開発した次世代バッテリーの提案書です。またそのテーマか。部長が眉を潜める。今度は違います。試作品も完成させました。従来の10倍以上の出力を確認できています。10倍だと？部長の表情がかすかに変化した。俺は勢いに乗って続ける。はい。しかも安定性も確認できています。これを当社で製品化できれば、スマートフォン市場だけでなく、電気自動車向けの新規事業の展開もできると思います。言葉を遮るように、部長が企画書を開いた。ページをめくる音だけが静かなオフィスに響く。時折、部長が小さくうなる。その仕草に、俺は密かな期待を抱いた。詳細なデータが必要だな。上層部への提案には、もっと具体的な数値が必要だ。すべてのデータを提出してくれ。はい。思わず声が弾む。いつまでに必要ですか？すぐにだ。今日中に準備できるか？もちろんです。俺は立ち上がると深々と頭を下げた。胸の中で小さな希望が大きく膨らみ始める。やっと届いた。この思いが、この技術が。部長の表情は相変わらず厳しかったが、それでも俺にはこれまでで最高の朝に思えた。データを提出してから4日が経っていた。毎朝部長の様子を伺っては何も言われないまま1日が過ぎていく。いよいよ待ちきれなくなった俺は昼休憩前思い切って声をかけた。部長、先日のデータについてなのですが。桂。今確認してるからちょっと待ってくれ。そう言うと部長は忙しそうに席を外してしまった。結局その日は何の進展もなく終わってしまった。翌日もその翌日も状況は変わらない。部長はいつも忙しそうに動き回っていて、声をかけても後でなと言ってどこかへ行ってしまう。もはや取り合う気がないのか、単に忘れられているのかすらわからない。その一方で俺には他の業務も課せられていた。そう、社会科見学の案内役だ。週に何度か予定が入っており、今日も子供たちがやってくる。ドアを開けるとエントランスホールには大勢の小学生たちが集まっていた。わあ、すごい。ねえねえ、あれ見て、ロボットみたい。社長室ってどこにあるんだろう。興奮した声が次々と飛び交うのに目を丸くした。100人もの小学生たちがキラキラした目で会社のロビーを見上げていた。案内の人だ。俺に気づいた女の子が小さな指をさす。周りの子供たちも一斉にこちらを向いた。好奇心に満ちた瞳が
まるで宝石のように輝いている。その瞬間、胸の中の重たい感情が不思議と軽くなっていくのを感じた。この子たちに会社の魅力を伝えられるのは俺しかいないんだ。そう思った時、自然と背筋が伸びた。皆さん、おはようございます。感動電気へようこそ。予想以上に声に力が入る。子供たちのおはようございますという元気な返事がホール中に響き渡った。全員で頭を下げる姿に思わず笑みがこぼれる。そうだ、今は目の前の未来を担う子供たちのために精一杯の案内をしてみせよう。そう思うと、がぜんやる気が湧いてきた。私たちはみんなが毎日使っているスマートフォンやタブレットの大切な部品を開発しているんです。へえ。その声に周りの子供たちも興味津々な様子で近寄ってきた。例えば、バッテリーって知ってますか？スマートフォンの中に入っている電気を貯めておく部品です。知ってる。充電するやつでしょ？その通り。思わず声が弾む。子供たちの素直な反応が心地よかった。私たちはそのバッテリーをもっといいものにしようと日々研究を重ねているんです。どうしたら長く使えるか、どうしたら安全に使えるか。子供たちの目がさらに輝きを増していく。その姿を見ていると、自分が初めて研究を始めた頃のあの純粋な思いを思い出した。開発現場の見学も終わり、最後の質問コーナーに入っていた。たくさんの小さな手が次々と上がる中、後ろの方から一人の男の子が立ち上がった。社長ってどんな人なんですか？真剣な眼差しで質問を投げかけてきたその子は、名札に、茜武人と書いてあった。少し言葉に詰まる。社長である五十嵐久一さんと言葉を交わしたことは数えるほどしかない。そうですね。社長は会社の理念をとても大切にしている方です。私たちの会社の社是には、感動を明日へという言葉があって、社長はいつも技術は人の心を動かすためにあるっておっしゃるんです。本当は朝礼での話を遠くで聞いただけだ。なのになぜかその言葉だけは強く心に残っていた。へえ、すごい。子供たちの間から簡単の声が上がる。武人くんもキラキラした目で大きくうなずいていた。他に質問はありませんか？あたりを見回すと、子供たちは満足そうな表情を浮かべている。もう予定の時間も近づいていた。するとその時、背後から声が聞こえた。桂。振り返ると、そこには険しい表情の部長が立っていた。お前、研究費を不正流用したな。部長の言葉がまるで雷のように響いた。まだ子供たちの姿が見える中で、俺は思わず声を上げた。何のことですか？とぼけるな。データを確認させてもらったぞ。部長はスマートフォンを取り出すと、画面を俺に向けた。そこには実験機材の発注記録が並んでいた。バッテリーの材料となるリチウム化合物、特殊な測定器、実験用の基板、すべて会社名義での購入履歴だった。金額は総計500万円となっている。この請求書の日付を見てみろ。会社の予算で買った材料がお前の個人研究に使われているじゃないか。そんな。目を疑った。確かにそこには会社名での発注記録が残っていた。これは何かの間違いです。私はすべて自腹で。黙れ。部長の声がエントランスホールに響き渡る。子供たちが不安げな表情でこちらを見ている。しかもお前が作った試作品は品質基準も満たしていない。これを製品化しようとしていれば会社の信用問題にまで発展していたんだぞ。下手をすれば爆発事故だって起きかねない。そんな危険な研究を会社の金でこそこそと。お前は会社に大損害を与えたんだ。何が誰かの役に立ちたいだ。結局会社の金を使い込んで自分の研究に流用していただけじゃないか。違います。私は確かに全て自分で。一生懸命に否定する声が震えていた。子供たちの視線が俺に突き刺さる。さっきまで輝いていた目が今は不安と困惑に満ちている。言い訳は無用。このことはもう社長に報告済みだ。桂、お前を解雇する。その言葉が最後の一撃のように響いた。エントランスホールに重苦しい沈黙が落ちる。そんな。足元から力が抜けていく。さっきまで子供たちに熱く語っていた夢も希望も、まるで嘘のように崩れ落ちていった。部長が去った後、俺は呆然とその場に立ち尽くしていた。そんな中、一人の少年が俺に向かって駆け寄ってきた。武人くんだった。
桂さん、もし桂さんが会社を辞めることになったら、ママの会社で働いてくれませんか？予想外の言葉に、俺は一瞬言葉を失った。武人くんは真剣な表情で、まっすぐに俺を見上げていた。ママ、最近人が足りなくて困ってるって言ってたんです。桂さんみたいな人なら、きっとママも喜ぶと思うんです。うちの会社、桜エナジーって言うんですよ。桜エナジー。その瞬間、どこかで聞いたことのある社名だと思った。けれど、混乱する頭では思い出せない。答えに窮していると、引率の先生の声が響いた。武人くん、バスの時間よ。武人くんは少し残念そうな顔をした。桂さん、考えておいてください。そう言い残すと、武人くんはバスに向かって走り出した。その小さな背中を見送りながら、俺は彼が教えてくれた会社名を何度も反芻していた。それから1ヶ月後、カーテンの隙間から差し込む夕日がパソコンの画面を赤く染めていた。未だに再就職先は決まらない。履歴書を送っても不正流用の噂が広まっているらしく、どこも採用してくれない。椅子の背もたれに深く身を預け、天井を見上げる。その時、ふと耳元で小さな声が響いた。桂さんみたいな人なら、きっとママも喜ぶと思うんです。武人くんのあの真剣な眼差しを思い出す。確か、桜エナジーだったかな。画面に洗練されたウェブサイトが表示された。再生可能エネルギーの研究開発を主軸に、スマートシティ関連の事業を展開する新興企業。設立からまだ5年ほどだが、独自の技術力で急成長を遂げているという。技術は人と未来をつなぐ架け橋。その言葉にどこか懐かしさを感じた。社会科見学の日、武人くんが見せてくれた純粋な笑顔のように、まっすぐで温かい理念。連絡してみようかな。夕暮れの部屋で、俺は久しぶりに前を向いて考えていた。アパートの最寄り駅から電車で15分。新興企業が集まるベイエリアに桜エナジーは本社を構えていた。ガラス張りのモダンなビルを見上げる。6階建てのこじんまりとした建物だが、太陽光パネルや壁面緑化など最新のエコ技術が随所に活かされているのが見て取れた。お客様ですか？受付で待っていると、若い女性社員が笑顔で声をかけてきた。はい、10時の面接で。あ、桂様ですね。社長がお待ちです。その言葉に思わず背筋が伸びる。エレベーターに乗り込むと、心臓の鼓動が少し速くなるのを感じた。案内された会議室は、大きな窓から海が見える開放的な空間。部屋の隅には観葉植物が優しい緑を添えていた。少々お待ちください。ドアが閉まり、俺は一人になる。緊張しながら待っていると、間もなくドアが開く音がした。爽やかな空気が部屋に流れ込んできたような気がした。入ってきたのは、すらりとした背の高さと端正な顔立ちをした女性だった。肩まで伸びた黒髪が、どこか知的な印象を与える。武人くんの面影を感じさせる大きな瞳が、まっすぐに俺を見つめている。俺は、そんな彼女、マツコさんを、ぼーっと眺めていた。桂さん、はじめまして。茜マツコです。落ち着いた声のトーンに我に返った俺は、慌てて頭を下げた。本日は、お時間をいただきありがとうございます。どうぞ、おかけください。お互いが席に着くと、一瞬の沈黙が流れた。息子の武人からいろいろと聞いています。前の会社を解雇されたとか、理由を教えていただいても構いませんか？その言葉に思わず息を飲む。はい。深く息を吸い、俺は話し始めた。独自のバッテリー開発への情熱、会社での日々、そして解雇の理由となった不正流用のこと。すべて自費で研究を進めていたのに、会社の予算を流用したと言われ、解雇に至ったんですね。はい。俺の視線はいつの間にか膝の上に落ちていた。慌てて顔を上げると、マツコさんのまっすぐな目と勝ち合う。わかりました。桂さん、あなたを採用させていただきます。その言葉がまるで夢のように響いた。え？来月からでもすぐに来ていただけますか？でも本当によろしいんでしょうか？私のようなもの、疑わしいでしょう。声が震える。マツコさんは優しく微笑んだ。あなたの能力なら何の問題もありません。むしろ
ぜひうちで活かしていただきたい。それに社会科見学の時のこと、タケトが興奮して話してくれたんです。あなたがすごくわかりやすく説明してくれたって。マツコさんは窓の外に広がる青空を見やりながら続けた。そして、再び俺に視線を向けた。見えて、うちの息子は人を見る目があるんです。だから私も、桂さんのこと、心から信じられます。マツコさんの言葉に、俺の視界が突然滲んでいった。慌てて目元を拭おうとする手が震えている。すみません。今まで誰に言っても、誰に説明しても信じてもらえなくて。声が途切れる。マツコさんはそっとティッシュを差し出しながら温かな声で語り始めた。辛かったですね。あなたは誰よりも技術を愛している。それなのに誰からも信じてもらえなかった。誰もあなたの声に耳を傾けてくれなかった。でももう大丈夫です。深い共感が込められたその言葉にさらに涙が溢れる。うちはまだまだ小さな会社です。社員数も30人足らず。大手企業のような華やかさはありません。でもだからこそ大切にしている理念があるんです。それは社員一人一人の自主性を重んじるということ。革新的なアイデアは決して上からの命令では生まれません。現場で懸命に考え、試行錯誤を重ねる一人一人の情熱から生まれるものだと私は信じています。窓から差し込む光がマツコさんの瞳を輝かせていた。そしてもう一つ、私たちは社会のためになる仕事をしたいという強い思いを持っています。利益だけを追求するのではなく、この技術で誰かの役に立ちたい。誰かの未来を少しでも明るくしたい。それが桜エナジーの存在意義なんです。マツコさんは少し前かがみになって続けた。桂さん、あなたの研究への情熱、そして誰かの役に立ちたいというその純粋な思い。それは私たちの目指す方向と確かに重なっています。私たちの会社はそんなあなたの情熱と思いを必ず受け止めます。むしろそれを心から歓迎したいんです。涙で滲んだ視界の向こうでマツコさんの優しい微笑みが見えた。この会社なら俺の研究を正当に評価してくれるかもしれない。そんな期待が湧き上がってきた。入社から1ヶ月が経った。桜エナジーは小規模ながらも活気に満ちた職場で、マツコさんの理念通り、社員一人一人が自分の専門性を活かしながら仕事を進めている。おはようございます。毎朝、誰かが温かな挨拶を交わしてくれる。前の会社では考えられなかった光景だった。そして今日、俺は一つの決断をしていた。午後のプロジェクト提案会議。自分の研究をこの会社で形にするチャンスを、俺は獲得していた。会議室には、マツコさんを含め、10名ほどの社員が集まっていた。技術開発部門のメンバーを中心に、経営企画やマーケティングのスタッフも参加している。では桂さん、お願いします。マツコさんの声に促され、俺は深く息を吸った。本日は、次世代バッテリーを使ったプロジェクト提案をさせていただきます。プロジェクターに映し出された画面に、開発コンセプトが浮かび上がる。このバッテリーの特徴は、従来比10倍以上のエネルギー効率を実現できる点です。すでにプロトタイプでの動作も確認済みです。会議室に小さなざわめきが走る。具体的な技術的特徴として、まず、新しい電極材料の採用があります。これにより、重放電効率が飛躍的に向上します。データと図を示しながら、詳細な説明を続けた。まず、安全性について説明させていただきます。このバッテリーは、独自の保護回路と温度管理システムを組み込むことで、異常発熱や過充電を防止します。万が一の際も瞬時に遮断できる安全機構を備えています。製造コストについては、現行のリチウムイオンバッテリーと比較して、初期投資は 25% 増となりますが、寿命が3倍以上になることで、実質的なコストを 40% 削減できると試算しています。ホワイトボードに立ち、補足の図を書き加えながら説明を続ける。特に EV 市場での需要が期待できます。現在の EV 市場の最大の課題は航続距離ですが、この技術であれば1回の充電で 1000km 以上の走行が可能になります。また、スマートフォンやタブレット市場でも1週間充電不要という付加価値を提供できます。この技術を街全体に応用すれば、太陽光や風力発電の電力を効率的に蓄電し、昼夜問わず安定供給が可能になります。つまり、
街全体を一つの大きな蓄電池として機能させることができるんです。質疑応答の時間になると、次々と前向きな質問が飛び交った。このバッテリーの寿命はどのくらいを想定していますか？現段階での試算では、通常使用で約12年です。従来品の3から4倍になります。量産化する際の課題は、現状では電極材料の製造工程が複雑で、この部分の簡略化が必要だと考えています。ただ、既存の製造ラインの一部を流用できる設計にしていますので、設備投資を最小限に抑えることは可能です。みんなからの質問が途切れたとき、不意にマツコさんが静かに口を開いた。これ、うちが開発中の地域分散型電力プロジェクトに活かせるわ。再生可能エネルギーの不安定さを補う蓄電システムとして、まさに求めていた性能よ。特に、離島での実証実験を計画していた案件。このバッテリーがあれば、24時間安定した電力供給が実現できる。離島の電力自給自足が現実のものになるかもしれないわ。会議室の空気が一瞬で引き締まった。そしてその日を境に、プロジェクトは本格的に動き出した。3ヶ月。マツコさんと一緒に実験室に向かうと、そこには試作機が置かれていた。これが最新の試験結果です。技術部の人が映し出したモニターには、安定した出力を示すグラフが表示されている。先月までの課題だった熱の問題も、新しい制御システムで解決できていた。この数値、まさか。ええ、目標値の 120% です。桂さんの理論通りでした。実験室に集まった開発メンバーの間から小さな歓声が上がる。誰かが拍手を始め、それは瞬く間に広がっていった。マツコさんの表情も明るく輝いている。やったわ。これで離島プロジェクトも確実に前に進められるわ。そしてマツコさんは開発メンバー全員の前ではっきりとした声で言った。これは間違いなく画期的な成果よ。すべて桂くんのおかげだわ。いえ、私だけじゃなく、皆さんのおかげです。慌てて否定しようとする俺に、開発メンバーが次々と声をかけてきた。いやいや、桂さんが来てくれなかったら、ここまで来てませんよ。本当に感謝してます。これからもよろしくお願いします。温かな言葉の数々に、目頭が熱くなるのを感じた。ふと窓の外を見ると、春の陽光が眩しく差し込んでいた。それから数日後、穏やかな春の午後、桜エナジーの開発室で、新しい設計図を描いていたとき、開発室の外が妙に騒がしくなった。なんだろうと思っていると、突然の怒号が開発室の中に入ってきた。お前、やりやがったな。振り向くと、そこには前の会社で俺の上司だった部長、毛利さんが立っていた。顔を真っ赤にし、全身を震わせている。毛利さんは携帯電話を取り出すと、画面を俺に突きつけた。業界誌に掲載された桜エナジーの新技術に関する記事だった。記事を見たぞ。よくもやってくれたな。お前が使ったバッテリー、あれは俺の、いや、会社のものだ。感動電気の技術を盗んで、よくもこんなことを。声を荒げる部長に、開発室にいた社員たちが不安そうな表情で様子を伺っている。俺は静かに立ち上がった。何を言ってるんですか？とぼけるな。会社を辞めさせられた腹いせに、こんな悪どいことをしたんだろう。その時、会議室のドアが開く音がした。そこにはひときわ貫禄のある男性が立っていた。俺は思わず息を飲む。感動電機の社長、五十嵐さんだ。毛利、これはどういうことだ？話が違うじゃないか。君は確かに自分が開発した技術だと言っていたじゃないか。低く響く声に、毛利さんの体が一瞬こわばった。いえ、違うんです。こいつが私の発明を横取りしたんです。私が何年もかけて研究してきた技術を。毛利さんは慌てて声を上げる。その声は、どこか取り乱したように震えていた。開発室の空気がさらに重くなっていく。その時、廊下から新たな足音が聞こえてきた。何の騒ぎ？こっちから大きな声が聞こえてきたんだけど。マツコさんが早足で開発室に入ってきた。しかし、彼女の言葉は、五十嵐社長の姿を認めた途端に途切れた。マツコさんの表情が一瞬にして凍りついた。あなた。マツコさんの声がかすかに震えている。久しぶりだな、マツコ。五十嵐社長は少し顎を上げ、余裕の表情を浮かべていた。思わず声が漏れる。俺の困惑した様子に気づいた開発室のメンバーの一人が、小声で耳打ちしてきた。
五十嵐社長は、マツコ社長の元夫なんです。その言葉に、俺は思わず、両者の表情を見比べていた。確かに、竹人くんの面影は、この二人の中にあった。五十嵐社長は、ゆっくりと俺の方に向き直った。その眼差しには、人を値踏みするような鋭さがあった。桂、毛利が言うには、お前が毛利の特許を横取りしてやめたと聞いたが。声のトーンは落ち着いていたが、その言葉には重みがあった。俺は背筋を伸ばし、まっすぐに五十嵐社長を見つめ返した。違います。あの技術は、私が大学時代から研究を重ねて、自分で発明したものです。毛利さんには、会議にかけていただきたいと相談したとき、詳細なデータが必要だと言われて、データを提示しました。五十嵐社長は黙って俺の話を聞いていた。その表情からは何を考えているのか読み取ることができない。だが、お前がうちで働きながらその技術を磨いたのは事実だろう。つまり、会社の資産を使って研究を進めたわけだ。そうなると、これは会社の特許として扱うべきものではないか。五十嵐社長の声には勝利を確信したような響きがあった。それは、言葉が喉に詰まる。確かに、感動電機で働いていた3年間、技術は確実に進歩していた。でも、それは自分の給料で買った材料と、自宅での実験で培ったものだ。焦る気持ちとともに、頭の中が真っ白になっていく。今までの努力が、すべて会社のものだと言われることへの恐怖にとらわれる。その時だった。ちょっと待って。マツコさんの声が重苦しい空気を切り裂いた。彼女は一歩前に進み出ると、眉を吊り上げながら五十嵐社長と向き合った。この技術は感動電機での業務とは全く別のもの。雇用契約書にはっきりと明記されているはずよ。会社の業務と無関係な研究や開発については個人所有となるという条文を。あなたなら覚えているでしょう。だってあなたが作った条文だもの。マツコさんの声には強い確信が響いていた。その言葉に五十嵐社長の表情がかすかにこわばる。つまり、この発明は完全に桂さんの個人的な成果よ。週末や夜間、自宅で行った研究開発の結果、会社の設備も予算も一切使っていない。すべて自腹で行った研究なの。そして、マツコさんはさらに強い口調で続けた。それに桂さんは今、桜エナジーの大切な社員よ。もしこれ以上根拠のない主張を続けるのなら、私たちも法的な対応を取らざるを得ないわ。マツコさんの目が強く光る。五十嵐社長がため息をついた。今日は一旦引き下がることにしよう。五十嵐社長は上着の襟を正すと毛利さんに目配せをした。しかし、去り際、急に足を止めるとマツコさんの方を振り返った。だがマツコ、お前が守りたかったっていうのは、こんな盗っ人の技術なのか？その言葉に開発室の空気が凍りついた。しかし、マツコさんの声は力強く響いた。違うわ。桂さんはそんな人じゃない。彼は誰よりも真摯に技術と向き合い、誰よりも社会のことを考えている。私が守りたいのは、そういう人の可能性よ。一歩前に踏み出しながら、マツコさんはまっすぐに五十嵐社長を見据えた。そして、さらに言葉を重ねた。あなたこそ、昔から何も変わってないわね。人の話をちゃんと聞かない。自分の価値観だけで全てを判断して、そうやって、どれだけ多くの可能性を潰してきたと思うの？マツコさんの声に、五十嵐社長は何か言いかけた。しかし結局、口を閉ざしたままキビスを返した。開発室には、気まずい空気だけが残されていた。誰もが何を言っていいのかわからず、黙り込んでいる様子だ。俺は、マツコさんの横顔を見つめていた。彼女の表情からは、様々な感情が複雑に交錯しているのが読み取れた。それから数週間後、朝のミーティングで、マツコさんがみんなの前に立った。未来エネルギーエキスポ2025への出展が正式に決定しました。そう発表したとき、会議室に小さな歓声が上がった。来月末に開催される未来エネルギーエキスポ2025はアジア最大規模のエネルギー技術の見本市だ。世界中から革新的な技術や製品が集まり、次世代のエネルギー産業の方向性を決める重要なイベントとして知られている。プロジェクターに投影された会場図を指しながら、マツコさんは続ける。桜エナジーはメインホールの一等地を用意してもらったわ。ここで私たちは次世代バッテリーを核とした地域分散型エネルギーネットワークの構想を発表します。展示ブースのイメージ図が映し出される。
中央には実物大の蓄電システム。その周りには離島でのフィールドテストの結果や実際の導入シミュレーションのパネルが設置される計画だ。アジアの離島地域の電力インフラ設備に関心を持つ投資家たちが多数来場される予定です。このチャンスを生かさない手はありません。残り1ヶ月、全力で準備に当たりましょう。マツコさんの声には強い決意が込められていた。会議室の空気が一気に引き締まった。数日後、俺が資料を取りに廊下へ出ると、奥から申し訳なさそうな声が聞こえてきた。あ、もしもし、ごめんだけど、今日も遅くなりそう。そっと様子を伺うと、マツコさんが携帯電話で話している。その声には、どこか切なさが混じっていた。夕飯は、そうね。お弁当を買って帰るわ。今度の日曜日は必ず。お母さんもタケトのこと、いつも考えてるからね。電話を切った後、マツコさんは長いため息をついた。展示会の準備で、連日の深夜残業。週末返上の打ち合わせ。机の上には、まだ手つかずの企画書の山。その合間を縫って、タケト君の学校行事にも出席しようと、一生懸命な様子が、俺の胸に痛みを覚えさせた。母として、経営者として、二つの責任の間で揺れる彼女の背中が、妙に小さく感じられた。その光景を見た翌日、俺は意を決して、マツコさんのオフィスを訪ねた。託児所？企画書を手にしたマツコさんが、少し驚いた表情を見せる。はい。会社の空きスペースを活用して、保育園や幼稚園、小学校が終わった後の子供たちを預かる場所を作れないかと。でも、そんな予算は。運営費用の試算もしてみました。俺は2枚目の資料を差し出した。実は、社内アンケートを取ってみたんです。子育て中の社員さんが意外と多くて、皆さん同じような悩みを抱えていました。それにここができたら、タケト君もここで放課後を過ごせます。その言葉に、マツコさんの手が一瞬止まった。会社で働く父親や母親と、子供たちが少しでも長く一緒にいられる。そんな場所があってもいいんじゃないかって。マツコさんは、俺の企画書を真剣に見ていた。そして顔を上げる。いいわ。託児所を作りましょう。それから2週間後、桜エナジーの3階の一角に小さな託児所がオープンした。窓際には子供たちの勉強スペース。奥にはくつろげるソファーとおもちゃコーナー。学習支援のスタッフも配置された。ただいま。放課後になると子供たちの元気な声が響く。親が仕事を終えるまでの時間をここで宿題をしたり、友達と遊んだりして過ごすのだ。お母さん、この問題わかんない。はいはい、今行くわ。仕事の合間に社員たちは子供の様子を見に来る。短い時間でも親子の自然な触れ合いが生まれていた。そして、タケト君も放課後はここで過ごすようになった。タケト君と過ごす時間が増えたからか、マツコさんの表情が少しずつ柔らかくなっていくのが分かった。社内託児所が軌道に乗り始めた頃、展示会の準備にも少し余裕が出てきた。俺が託児所の様子を見に行くと、宿題を終えたタケト君が近づいてきた。ねえ、桂さん。お母さん、今何してるのかな？その質問に、ふと思いつくものがあった。そうだな。よし、せっかくだから見に行こうか。本当？この前みたいにお仕事の説明とかしてくれる？タケト君の目が輝く。ああ、今度はもっとすごいものが見られるよ。その会話を聞いていた託児所の子供たちが次々と集まってきた。私も見たい。僕も行きたい。興味津々な様子で子供たちが俺を取り囲む。じゃあ、今からみんなで会社見学ツアーをしようか。今度は本物の次世代バッテリーも見せてあげられるしね。すごい！やった！その歓声に胸が温かくなる。あの日の社会科見学がこんな形で繋がっていくなんて。社員たちに断りを入れた後、俺は子供たちを連れて会社を案内していった。窓から差し込む夕日が子供たちの笑顔を照らす。その中で、タケト君が誰よりも嬉しそうにしているのが印象的だった。翌朝、会社に着くと、たくさんの社員が笑顔で声をかけてきた。桂さん、昨日は子供たちが帰ってきてから、すごく楽しそうに話してくれましたよ。特にバッテリーの仕組みの説明がわかりやすかったって。お父さんの仕事すごいんだよって自慢げに話してくれて。うちの娘も理科の自由研究でエネルギーのことを調べたいって、桂さんの説明を聞いて科学に興味を持ち始めたみたいです。本当にありがとうございます。
子供たちが親の仕事を理解してくれるってこんなに嬉しいことなんですね。次々と寄せられる感謝の言葉に、俺は少し照れくさくなった。桂くん。振り向くと、そこにはマツコさんが立っていた。その表情はいつもより柔らかく見える。あなたって本当にすごいわね。技術開発だけじゃなく、社員の幸せまで考えてくれて。マツコさんの目が潤んでいた。私ね、ずっと悩んでいたの。会社を大きくすることと、社員一人一人の幸せを守ること。その両立がどうしても見つけられなくて。でも、あなたは教えてくれた。技術は人を幸せにするためにある。そして、その幸せはこんなにも身近なところにあったのだって。マツコさんの方を一筋の涙が伝う。それは経営者としてではなく、一人の母親としての安堵の涙のように見えた。本当にありがとう。誰もいない廊下にその言葉が静かに響いた。俺は心臓を高鳴らせながらも、はいと小さくうなずいた。展示会が来週に迫った金曜日の夕方、準備を済ませ、託児所で子供たちと過ごしていると、竹人くんが俺の膝の上に乗っかってきた。ねえ、高吉さん、今日さ、うちでご飯食べない？突然の誘いに俺は手を止めた。お母さんがね、今日は早く帰れるって、久しぶりにお家でご飯作るんだって。高吉さんも来てよ。竹人くんは嬉しそうに目を輝かせている。その瞳には純粋な期待が込められていた。でもお母さんに確認したの。さっき話した時に高吉さんも誘っていいって。竹人くんは得意げに胸を張る。じゃあ、お邪魔してもいいかな。やった！竹人くんは飛び上がって喜んだ。その無邪気な笑顔になんだか胸が温かくなった。その夜、マツコさんのマンションの玄関を開けると、温かな夕食の匂いが漂ってきた。いらっしゃい、待ってたわよ。マツコさんはエプロン姿で出迎えてくれた。いつもスーツ姿の彼女とは違う。柔らかな雰囲気が新鮮だった。高吉さん、こっちこっち。竹人くんに手を引かれるままリビングへ案内される。広すぎず狭すぎない空間は随所にぬくもりが感じられた。高吉さん、俺の部屋を見る？新しいプラモデル作ったんだ。だけど、お母さんがお料理してる間だけよ。マツコさんの優しい声に竹人くんは勢いよくうなずいた。子供部屋にはきちんと片付けられた本棚と机があった。その上には半分組み立てられた宇宙船のプラモデルが置かれている。これ難しいところがあって。じゃあ一緒にやってみようか。時間を忘れて夢中になっていると、リビングからマツコさんの声が聞こえた。二人ともご飯できたわよ。テーブルには色とりどりの料理が並んでいた。ハンバーグに季節の野菜炒め、具沢山の味噌汁、すべてが手作りの優しい味わいだ。いただきまーす。竹人くんの元気な声で食事が始まる。ママのハンバーグ最高だろ？本当に美味しいね。でしょ？俺ママの料理が大好きなんだ。竹人くんの無邪気な自慢にマツコさんが照れたように微笑む。食事の後、竹人くんはソファーでうとうとし始めた。竹人、お布団で寝なさい。でも、まだ高吉さんと。そう言いながらも、まぶたが重そうに閉じていく。俺が竹人くんを抱き上げ、子供部屋まで運んだ。ベッドに寝かせると、すぐに安らかな寝息を立て始めた。布団をそっとかけ、部屋を出ると、リビングではマツコさんがコーヒーを入れていた。今日は本当にありがとう。竹人があんなに楽しそうにしているの久しぶりに見た。窓際のカウンターに腰掛けながら、マツコさんが静かな声で言った。夜景を背に、マツコさんの横顔が柔らかく浮かび上がる。竹人、最近本当に生き生きしているわ。マツコさんは子供部屋の方を見やりながらそっと微笑んだ。それから少しうつむく。あの子、父親のことはあまり覚えていないの。2歳の時に別れたから。その言葉に俺は思わず顔を上げた。マツコさんの表情が少し曇る。窓の外に広がる夜景を見つめながら、マツコさんはカップを両手で包み込むように持ち、ゆっくりと話を続けた。私とクイチは大学の同じ研究室だったの。二人で夢を語り合って、技術で世界を変えようって、卒業後すぐに会社を立ち上げたわ。彼が経営を、私が技術開発を担当して、二人三脚で会社を大きくしていったの。そして竹人が生まれて、初めは本当に幸せだった。その声には懐かしさと
どこか切なさが混ざっていた。窓の外を見つめながら、マツコさんは続ける。でも、会社が大きくなるにつれて、彼は変わっていった。技術者の意見を軽視するようになって、とにかく利益って、夢なんかより現実を見ろって。開発部門の予算は次々とカットされて、優秀な技術者たちが辞めていくのを、ただ見ているしかなかった。彼は、これが経営なんだって言うばかりで、マツコさんは深いため息をついた。コーヒーカップがわずかに震えている。結局、夫婦としても限界が来て、竹とのことで最後まで話し合ったけど、私たちの価値観はもう埋まらなかった。それで離婚して、私は新しい会社を立ち上げたの。そこまで話して、マツコさんは俺の方を向いた。すると、クイチの会社の職人さんたちや技術者の方々が何人も私についてきてくれたの。マツコさんの理想にかけたいって、みんな家族があって生活があるのに、私の夢を信じてついてきてくれた。だから、絶対に守らなきゃいけないって思ったの。でも気がついたら、私も仕事に追われて、タケトとの時間がどんどん減っていって、少し苦笑いを浮かべるマツコさんの声がかすかに震えていた。コーヒーカップを強く握る指が白くなっている。結局、私のやってることってクイチと同じなんじゃないかって。大切なものを見失って、ただ前だけを見て走ってるだけなんじゃないかって。月明かりに照らされたマツコさんの横顔に一筋の涙が光った。違います。思わず声が出た。月明かりの中でマツコさんが俺の方を向いた。俺は言葉を続ける。マツコさんはクイチさんとは全然違います。それはタケト君も分かっています。子供って親の本当の姿を見抜いているものなんです。タケト君はあなたが一生懸命に頑張ってることをちゃんと知ってます。だからこそ今日もあんなに嬉しそうにお母さんの料理のことを自慢してくれたんじゃないですか。涙を拭おうとするマツコさんの手をそっと止める。仕事のこともタケト君のことも何でも相談してください。社長だからって誰かに頼っちゃいけないなんてことはないんです。俺はもっとマツコさんの力になりたい。一緒に頑張っていきましょう。窓から差し込む月明かりが俺たちの間を優しく照らしていた。マツコさんの目が潤む。マツコさんの指先がそっと俺の手に触れる。心臓の鼓動が少しだけ速くなった。ありがとう。囁くような声が夜の空気に溶けていく。俺たちは何も言わず、ただ見つめ合っていた。イベント当日、会場に朝日が眩しく差し込んでいた。俺は展示ブースの最終確認を行っていた。中央に設置された次世代バッテリーのデモ機が静かに稼働音を立てている。その周囲を離島での実証実験データや導入シミュレーションのパネルが取り囲む。商談スペースも確保され、投資家との具体的な話し合いにも対応できるよう準備は万端だった。エントランスホールを見ると、すでに長蛇の列ができていた。世界各国のバッジをつけたスーツ姿の人々や、首から大きなカメラを下げた報道陣、メモ帳を手にしたアナリストたちが見える。あれ、東南アジア最大の投資ファンドの CEO じゃない？あそこの紺のスーツ姿は、欧州の大手エネルギー企業の重役だぞ。ざわめきが会場内に広がっていく。俺も、この規模の前には少し気遅れを感じていた。高吉さん！突然、後ろから元気な声が響いた。振り向くと、そこにはタケトを先頭に、託児所の子供たちがかけてきていた。みんなどうして？応援に来たんだよ。タケトが、頑張れ、桜エナジーと書かれた手作りのプラカードを掲げる。他の子供たちも、思い思いのメッセージカードを手に、満面の笑顔を見せていた。パパとママの会社、すっごく素敵なんだよって、お友達に自慢したいの。高吉さんが教えてくれた科学、今日は実物が見られるんでしょ？子供たちの無邪気な声に緊張が少しずつほぐれていく。高吉くん。マツコさんが近づいてきた。彼女の目には強い光が宿っていた。見て、私たちにはこんなにも素敵な応援団がいるのよ。これを絶対に成功させて、社員たちとその家族に誇らしい姿を見せたい。そうでしょ？その言葉に俺は深くうなずいた。始めましょう、高吉くん。マツコさんの声に新たな決意が湧いてきた。イベントではメインステージでの企業プレゼンテーションと常設展示ブースでの終日展示の2部構成で行われていた。メインステージでは
各企業に10分間のプレゼンテーション枠と5分間の質疑応答時間が設けられ、業界の注目企業が順番に登壇していく。そして、その発表内容に興味を持った来場者が各社の展示ブースを訪れ、より詳細な説明を受ける流れだ。まもなく、桜エナジー様のプレゼンテーションを開始いたします。場内アナウンスが流れる中、俺は気を引き締める。このメインステージでの発表を成功させ、その後のブース展示でさらに具体的な提案ができれば、きっと会社の未来が大きく開けるはずだ。マツコさんが静かにうなずいた。メインステージ中央に設置された実機の前で、プレゼンテーションが始まった。俺の声が会場に響く。桜エナジーの次世代エネルギーソリューションについてご説明させていただきます。まず、私たちが開発した次世代バッテリーの特徴ですが、従来のリチウムイオンバッテリーと比較してエネルギー効率が10倍以上となっております。さらに、重放電サイクルは3倍以上を実現しています。スクリーンに詳細なデータが映し出される。会場から小さなどよめきが上がる。そして最大の特徴がこの AI 制御システムです。使用環境や負荷状況に応じて最適な重放電パターンを自動で選択。これにより、あらゆる環境下での安定稼働を実現しました。実機のモニターにリアルタイムのデータが表示される。安定した出力値の推移に会場から歓声が上がった。この技術を応用し、私たちが提案するのが地域分散型エネルギーネットワークです。特に離島地域での実証実験では、太陽光や風力で発電した電力をこのバッテリーで効率的に蓄電。24時間365日、安定した電力供給を実現できました。初期投資は従来システムの 1.5 倍となりますが、ランニングコストは 60% 削減。さらに、災害時のバックアップ電源としても機能するため、地域のレジリエンス向上にも貢献できます。スクリーンが切り替わる。具体的な導入事例とコストシミュレーションを示しながら説明を続けた。俺の説明に会場の空気がみるみる熱を帯びていった。投資家たちは熱心にメモを取り、記者たちのカメラのフラッシュが瞬く。そして何より、前列で目を輝かせて見つめる子供たちの姿が俺の背中を押していた。そして私たちはこの技術を通じて、待て！その時、俺の言葉を遮り、怒号が会場に響き渡った。観客席から毛利さんが立ち上がり、ステージに向かって駆け上がってきた。その技術は我が社のものだ。感動電気の技術を盗んで、よくもこんな発表ができたものだ。会場が一瞬で騒然となる。毛利さんは報道陣の方を向くと声の調子を変えた。それだけじゃない。この会社の女性社長、茜松子を見てください。子供をほったらかしにして、こんな見せ物に精を出している。子供を犠牲にして会社の利益だけを追い求める母親の経営する会社に大切な技術を任せられるでしょうか。周囲からはざわめきが広がっていった。技術の盗用。業界最大手の感動電機が言うのなら本当なのかも。育児放棄だなんて母親失格だな。こんな会社に投資して大丈夫なの？会場の至るところで否定的な声が響き始めた。投資家たちが不安げに顔を見合わせる。さらにカメラのフラッシュが一斉にステージ袖にいるマツコさんに向けられる。新興企業による技術盗用疑惑。美人社長に子育て放棄の疑い。これは大スキャンダルになりそうですよ。せっかくの発表が一瞬にして別の方向へ流れていく。前列で不安そうに立ちすくむタケト君が目に入った。そんな息子の姿にマツコさんの表情がこわばる。俺はゆっくりとマイクを握り直した。毅然とした態度で毛利さんと向き合う。毛利さん、あなたの言い分はすべて事実無根です。はっ、証拠があるのか。あるなら見せてみろ。いいでしょう。まずはこちらをご覧ください。俺は落ち着いた声で告げ、スクリーンに新しい資料を映し出す。こちらは特許出願書類です。出願日は2024年1月15日。出願人は桂高義となっています。会場のスクリーンには特許庁の受理員が押された書類が映し出された。毛利さんが血相を変えて叫ぶ。特許を取っていたのか。だけど、公開広報で検索しても出てこなかったぞ。偽造したんじゃないのか。実は、開発が最終段階に近づいた時点で、すでに弁理士の先生と法律事務所に相談を始めていました。すべて個人の時間と費用で。なんだと？会社が興味を持たなかった研究だからこそ、
自分自身の権利として抑えておかなければいけないと考えたんです。それに、出願から公開までには1年半ほどの期間があります。特許の公開広報もまだ発行されていない。だから、通常の検索ではヒットしないんです。毛利さんの顔が青ざめていく。毛利さん、あなたはこの研究なんて無駄だ。夢物語に固執するなと言い続けましたよね。だから、まさか私が自前で特許を取得しようとしているなんて思いもよらなかったんでしょう。会場に重い沈黙が落ちる。俺は続けて証拠を出していった。次に、関東電機との雇用契約書、第23条をご確認ください。会社の業務と無関係な研究や開発については、個人所有となる、という条項が明記されています。さらに、こちらはこの研究に関するすべての材料購入の領収書です。私個人の口座からの支払い記録です。実験ノートの日付と完全に一致しています。資料を次々とスクリーンに映し出す。購入日時、金額、支払い方法、すべてが克明に記録されていた。そして最後に、この技術の私の研究記録です。大学時代からの実験ノート10冊分のデジタルスキャンです。日付入りの写真や研究室の教授のサインもすべて記録されています。スクリーンには日付順に並べられた膨大な研究記録が映し出される。手書きの実験データ、失敗の痕跡、夜を徹して書き続けたノートの数々。そのすべてが、この技術が一朝一夕には生まれなかったことを物語っていた。毛利さんの口から言葉が消えていく。反論しようとしても、確かな証拠の前では何も言えないようだ。そこへ、マツコさんがゆっくりと立ち上がった。会場の注目が一斉に彼女に集まる。私からも申し上げます。子供は私の一番の宝物です。だからこそ、子供たちに誇れる仕事をしたい。そう思ってここまで歩んできました。見てください。ここにはちゃんと子供たちが応援に来ています。笑顔で自分の親の仕事を誇りに思って。マツコさんは会場の前列を指さした。託児所の子供たちが元気に手を振る。その姿に会場からは小さな温かいため息が漏れた。その時突然、タケト君が立ち上がり、毛利さんの方へ向き直る。僕はママが大好きなんだ。だってすっごく頑張ってるのを知ってるもん。お仕事で遅くなる時も必ず電話してくれるし、休みの日は一緒に過ごしてくれる。それに、高吉さんだって俺たちのことをいつも考えてくれる人だよ。託児所で宿題を教えてくれたり、会社のことわかりやすく説明してくれたり。だから、ママと高吉さんのこと勝手に言わないで。小さな体で精一杯の声を張り上げるタケト君の横で、他の子供たちもうなずき始める。その姿に会場全体が息を飲んだ。タケト君を支えるかのように、マツコさんが彼の肩に手を添えた。そして、毛利さんを睨む。わかりましたか、毛利さん。あなたの言葉は高吉君の言う通り、何もかもが事実無根ですよ。マツコさんの声は静かでありながら力強かった。誰からともなく小さな拍手が始まった。それは次第に大きくなり、会場全体に広がっていく。毛利さんは次第に顔を上げられなくなっていった。ステージからそっと身を翻すと、慌ただしく去っていった。発表会は予定より15分遅れで再開された。先ほどの出来事がむしろ会場の空気を引き締めていた。では改めまして、この技術の具体的な応用例についてご説明させていただきます。俺の声が静まり返った会場に響く。今度は誰もが真摯な眼差しで聞き入っていた。発表後、桜エナジーのブースには人だかりができた。アジア最大手の投資ファンドが具体的な投資を申し出、欧州の大手電機メーカーからは技術提携の打診があった。俺たちの発表は大成功となり幕を閉じた。翌日から SNS では毛利さんの乱入シーンを捉えた動画が拡散され、それをきっかけに元社員たちが有能な技術者の退職、葬り去られた研究の数々などの証言を次々と始めた。大手メディアの報道も相次ぎ、関東電機の株価は1週間で 30% 以上下落。取引先との契約見直しも始まった。さらに会社の内部調査で驚くべき事実が明らかになった。防犯カメラの映像に毛利さんが深夜に俺の机を漁る姿が残されていたのだ。さらに彼が社内システムから大量のデータを抜き取った形跡も見つかった。毛利さんはどうやら来月に予定されていた新技術発表会の場で俺の次世代バッテリーを自身の開発として発表するつもりだったらしい。プレゼン資料まですでに用意されていたという。
俺を無能と決めつけ、徹底的に貶めていたのは全て計算だった。誰もが俺が革新的な技術を生み出すはずがないと思い込むように仕向けていたのだ。会社は彼を刑事告訴し、民事でも訴訟を起こした。毛利さんは技術業界から永久に追放される形となった。先日、毛利さんを駅前で見かけた。すれ違いざま、彼は俺に気づいたようだったが、そのまま人混みに消えていった。そして、関東電機本社では、記者会見が開かれた。五十嵐社長は深々と頭を下げ、謝罪の言葉を述べる。この度は、弊社幹部の不適切な行為により、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。だが、報道陣からの質問は容赦なかった。なぜこのような事態を防げなかったのですか？技術者軽視の体質は、社長であるあなたの責任ではないのですか？五十嵐社長は質問の一つ一つに言葉を詰まらせ、ただ、申し訳ありませんと繰り返すばかり。その空虚な謝罪に、SNS では批判が渦巻いた。一週間後、臨時取締役会が開かれ、五十嵐社長の解任が決定した。かつては従順だった取締役たちからも、新しい体制で信頼回復をと退陣を求められ、五十嵐社長は何も言わずに会議室を後にしたという。一方、桜エナジーは好調を続けていた。次世代バッテリーを核とした地域分散型エネルギーシステムは、インドネシアの離島で初の実用化を果たし、大きな成功を収めた。24時間365日、安定した電力供給というニュースは世界中のメディアで取り上げられた。会社は急成長を遂げ、社員数は3倍に。新しいオフィスは以前の倍以上の広さになった。3階の託児所はさらに充実した設備となっていた。放課後になると子供たちの元気な声が響き渡る。宿題を教え合ったり、新しいおもちゃで遊んだり、時には親たちも加わって即興の科学実験教室が始まることもある。パパ、今日の実験すっごく面白かった。ママ、次は何を教えてくれるの？帰り際の廊下では子供たちが親の手を引っ張りながら楽しそうにおしゃべりする姿が見られた。社員食堂では家族で食事を楽しむ光景が日常となっていた。新入社員からベテランまでみんなが生き生きと働いている。うちの会社って本当に素敵ですよね。ある社員がそうつぶやいたとき、周りから自然とうなずきの輪が広がった。それは確かな絆が育まれている証だった。秋の終わりを告げる夕暮れ時、社長室の前を通りかかったとき、少し開いたドアの隙間から、五十嵐さんとマツコさんの姿が見えた。五十嵐さんは随分と痩せていた。深いシワが刻まれた顔で、静かに頭を下げている。申し訳なかった。すべては俺の過ちだった。技術を軽視し、人の心も見ようとしなかった。そして、あの時のお前の決断も今ならわかる。竹とのことももっと考えるべきだった。父親として最低の振る舞いだった。夕暮れの光が二人の間に長い影を落としている。マツコさんがゆっくりと微笑んだ。ありがとう。その言葉を聞けてよかった。マツコさんの声は静かでありながら温かみを帯びていた。その言葉に五十嵐さんの肩が小さく震えた。しばしの沈黙の後、五十嵐さんは覚悟を決めたように顔を上げた。マツコ、俺たちもう一度やり直せないだろうか。竹とのためにも家族として一緒に過ごせる時間を取り戻したい。もう一度3人で暮らせないだろうか。今度はお前の夢も竹との成長も全てを大切にできる。そう信じているんだ。俺は思わず息を飲んだ。マツコさんはそっと視線を床に落とす。ごめんなさい。でもそれはできない。確かにあなたは変わった。それは素直に嬉しく思う。でも私たちはもう違う道を歩き始めているの。私には新しい夢があって、それを共に追いかける仲間がいる。マツコさんの声は優しくも確固としていた。五十嵐さんは黙り込んだ。でも、クイチがタケトの父親であることは変わらない。今まで距離を置いていた分、これからはもっとタケトと向き合ってあげて。父親としてできる精一杯の愛情を。それが私からのお願い。夜の帳が降りていく中、マツコさんの言葉が静かに響いていた。それは決して冷たい拒絶ではなく、新しい親子の関係への希望のように聞こえた。五十嵐さんが帰った後、俺はオフィスに戻った。部屋には静かな夜の空気が流れていた。高吉くん、お茶でもどう？不意にマツコさんがやってきて、
穏やかな笑顔で尋ねてきた。俺は遠慮がちにうなずく。二人で屋上のテラスに出ると、秋の夜空に星が瞬いていた。しばらくの沈黙の後、俺は少しためらいながら口を開いた。実はさっき、五十嵐さんとマツコさんが喋っているのを聞いてしまったんです。すみません。あら、そうだったの？マツコさんは柔らかな表情を浮かべた。本当にあれでよかったんですか？五十嵐さんのこと。むしろ、ちゃんと区切りをつけられてよかった。夜風が俺たちの間を通り抜けていく。マツコさんは夜景を見つめながら続けた。私ね、もう決めていたの。次に進もうって。だって、新しい夢を見つけたから。それに、新しく家族になりたい人も。マツコさんが俺の方を見つめた。俺は目を丸くした。心臓が早金のように打ち始める。マツコさんは静かに続ける。タケトがね、この前私が最近笑顔なのは高吉さんがいるからだよって言ったの。それで気づいた。私はあなたのことが好きなんだって。あの日、タケトが連れてきてくれた人がこんなにも大切な存在になるなんて思ってもみなかった。風がマツコさんの髪を揺らす。彼女の言葉に胸が熱くなる。俺こそ、タケト君があの日声をかけてくれなかったら、こんな幸せはつかめなかった。技術のことを信じてくれる人がいる。夢を共有できる人がいる。そして、大切な家族になりたいと思える人がいる。俺も、マツコさんが好きです。タケト君と一緒に、新しい家族として、一緒に歩いていきたい。マツコさんの手が、そっと俺の手に重なった。今度の休みに、タケトも連れて3人で遊園地に行かない？そこで、タケトにあなたを父親として迎えたいって報告したいの。もちろん、タケト君が受け入れてくれるといいけれど。そんなの、大歓迎に決まってるじゃない。クスクスと笑うマツコさんの手を、俺はぎゅっと握り返した。夜空には満天の星が輝いていたが、今のマツコさんの笑顔の方がとても美しいと思った。夢を追いかけることは、時として孤独な戦いになる。俺は誰からも理解されず、否定され続けた時期もあった。でも、自分の信じる技術への情熱を決して手放さなかった。大切なのは、自分の信じる道を諦めないこと。たとえ周りから理解されなくても、真摯に取り組み続ければ、必ず誰かが気づいてくれる。そして、その出会いは人生を大きく変えてくれるだろう。